はい、こんにちは。山下夏美です。6月28日、日曜日。今日は平塚海岸でスキムボードとサーフィンかな、両方やっていきました。朝一少しサーフィン狙っていって、思ったより形が良さそうだったのでね。ただ、なかなかちょっと乗りづらかったので、僕の、板と多分、看板的な話かな、もう少し引いた方がいいかなといった印象だったんですが、ちょっと難易度高かったので、乗れてる人は乗れてましたけどね。ちょっとここから一旦ポイントをスキム移動ですね、スキムメインのポイントに移動していく感じでやっていく感じです。で、ショアブレイクが結構いい感じに来てて、ここ最近の中だとかなり良かった方なんじゃないかなっていう風に思います。ここ最近は少しあともう今一つみたいな感じのがついてたんですが、今日はこういう感じで形がいいのが来てました。このラップとかもかなりいいです。これ早速だけど多分本日の中でも5本ぐらいには入りそうだね、ベスト5には。なかなか難易度の高い波でしたが、いい波来たかなっていう風に思います。ラップも流しも両方来てたっていうのがいい点だったね。この辺りはちょっとラップをメインで移動直後は狙っていって、今日はシンプルに波が遠いっていう難易度があったかな。ベストライドを取るためには少し早めのタイミングで波が遠い状態でアウトを取らないといけなかったかなっていった印象です。取れた時にはやっぱその難易度に見合うぐらいいいライディング狙いでしたね。この最後スプレーの上げ方とかもかなりいいと思います。ライナーからこれとかは少し口が深いけどしっかりダウンザラインを狙っていく。基本はやっぱこのダウンザラインの狙いが良かったかなっていうふうに思います。さあこのラップ悪くない。最後スプレー上げてコンプリート、これもいいですね。ラップとライナーでスプレーをしっかり両方狙っていく。これは軌道修正してからサイドウェイ狙ったけどちょっと難しかったな。新たなアプローチ方法を今作ろうと思ったんですが、なかなか難しいということで、これはかなり難しい。これちょっと波が手前のと重なって消えてるんだよね。しかししっかりうねりを捕まえて最後フロントピックまで狙っていく、いい狙い方です。軌道修正一瞬入れてラップ、これ分かりづらいけどかなり良かったんですよね。回した位置的にすげえ横走れたんでな、ちょっと見せ方が悪かったね。かなりいいライディングだったんですが、ギャップ越えてライナー側かな、スピナーまで入れてコンプリート、ナイスライディング。これは少しスープ気味になってますがフロントサイドラップを狙ってたかな今のは。さあいいギャップの越え方からライナー、これはラップいけるか。ターンしてこれちょっとブレイク早かったんでね、難しかったかなっていうふうに思います。最後テールが一瞬抜けてたね。スピナーからスプレーターン、テイクオフインサイドでライナー側しっかり伸ばしていってボードキャッチ、先がなかった感じだからトリックもかけづらかったかな。これはフロントラップを狙ってるけど手前の波と重なりましたね。いい合わせ方かなと思ったんですが、ちょっとギャップをオーリー気味に越えてリッピング、さあかなり難易度の高いデッドウォーターのところで
テイクオフしました。そしてフロントライナー、しかも前に出てきてる。今のはかなり難易度の高いライディングだったかなっていう風に思います。まあ伝わる人がいるかどうかって感じですが、さあパンピングでつないでグラブして流していく。テイクオフ、ギャップ越えてバックウォッシュがやばいね。これもうちょいうまく合わせたいところだね。ああいうバックウォッシュに合わせられるかどうかはかなり技術レベルとして変わる場所だね。まあ、難易度高かったと思うけど、嫌な位置にギャップありますね。これもこれは難しいね。かなり波がよれてる。まあさすがにちょっとフロントサイドでごまかした感じだね。さあ風で煽られてましたね、今のは少しテイクオフが。ただよく残しましたね、あそこで。微妙になんか煽られるぐらいの強風ではないんだけど、なんか微風が来てて、なんか忘れた頃にテイクオフ直前で煽られるみたいなのが微妙にあったね。今のも少し煽られ気味だったかな。フロントサイド惜しいね、かなり惜しい今のは。まあこの辺りはねちょっと難しめではあったかなといった印象ですね。ボードキャッチ、さあダウンザライナー惜しいね。これ最後板が舞いましたね。グラブまで綺麗にいけてたんだけどね。でこの辺りちょっとピークをもう少しずらしてながらやってて、まあ、この辺りまたちょっと乗れてたかな多分。これとか惜しかったね。パワーもらえなかったか。このギャップ越えからラップいいですね。これもかなり綺麗に横を走れてるかなっていうふうに思います。ダンパー気味ですがしっかり抑え込んでる。ギャップ越えてパンピングで合わせて、これよく乗りましたね。この今のギャップ越えてよく行きましたね。裏のライナー相当いいラインだと思う。ああいうチャレンジがすごい大事。レイトで少しテイクオフしてたらスピンしてこれダウンザライナー、これ残せた感じだね。足元にボード、ダウンザライン側難しいがグラブして、これ惜しかったね。カメラ目線しすぎて足元見てなかったです。すごいダサい落ち方しましたね。いい狙いだった。ターンしてこれはオーリーだね。先が潰れちゃってたからオーリーでデッドウォーターを越えながら捨てった感じ。テイクオフして変なバック押しありましたね今。しかしラップうまい、よく合わせました。今ラップするにはねあのバック押しを抑えきんなきゃいけなかったんだけど、まあ、よく乗れたということで。テイクオフして、わあこれは難しいね。2枚波重なっちゃいましたね。さすがに読めなかった今のは。ギャップ越えてちょっと詰まり気味ですがしっかりフロントラップまで持っていったかな。テイクオフからのこれかなり綺麗に伸びてるね。ただ位置が悪いか、もう少し右でも良かったのかな今のだと。
左でラップもありそうだったけど左が割れてましたもんね。これはライナー少しブレーキ速くてテール踏んで抑え込むので精一杯だったね今のは。さあこれスプレターン狙ったんですけどね、いい狙いだったね。いろんな狙い方を今この辺りはしてる感じ。サイドへ長い、いい感じ。スリーショット。これはどっちに行くかな。ラップが行きましたね。どっちでもありだったね今のは。ただ多分カメラマン確認してラップが行きましたね。さあこれもサイドへ長いな。これは惜しいね。かなりいいラインでいったんだけど、かなりアウトだったからね今のは。さあフロントサイド、これラップが思ったより早く割れてきちゃったからフロント行くしかなかったね。それを反省して今度フロントを取りに行って、ナイスフロントサイドだね。このライナーはおそらくフロントだとベストライダーかな。ギャップ超えてラップだね。ナイスラップ。これは難しいね、さすがに口が深いから。テイクオフ、ギャップを超えて合わせながらラップ。これかなり技術が必要なライディングだね。ギャップ超えた直後からのレールの入り方が今のは素晴らしかった。これライナー側ね惜しかったんでね、1個前の別角度なんですが、思ったより張ってきてなかったから、もっと右で合わせてもよかったかもしれない。軌道修正、ギャップ超えてすぐラップラインだね。これギリギリノーズ刺さっちゃってるからね、実はあんまり点数にならない。そう、いいラインだったんだけど、ギャップ軌道修正しながらラップラインをしてったんでね、要はギャップを超えてラップラインと軌道修正が全てでほぼ同時に行われてたから難しかった。今度は逆にかなりいいラップラインだったね。これはもうちょい綺麗にかぶりに行きたかったね。思ったよりブレイクが早かったからうまくかぶれなかっただけであって、攻めたラインとかは良かったかなと思って。ターンした直後にすぐ踏んで加速してたらもうちょっといいライディングできたと。ライナー側ナイスオーリードロップ。これ見ていただければ分かるんだけど、カメラマンの真上通過したんですよね。ここでテイクオフからライナーでここでね、カメラマンの方もうまいんですぐ下に潜って逃げてくれましたけど、その上をオーリーで越えていった感じで、フィンレスならではのできることだね。真下に潜って回避できるっていう、そういった角度が取れるのもスキムボードのある意味魅力なのかもしれない。この辺りはちょっとね難しくなってたんでね、やっぱ狙える波が少しずつ減ってて、これとかもねいい感じのラインかなと思ったんだけど、直前のなんか小さな波といきなり合体して今みたいにブレイクの質が変わっちゃう感じだったんでね、なんかそれが読みづらかったんだよな今日は。これとかもよく取りましたね、このラップは。もう少しいいラインで乗れたかもしれないけど、かなり横に綺麗に走れたかなとは思う。今のは1個前の波で少し波質が変わるということを分かった上でのこのラインだね。いい走り方だね。もうちょっと綺麗に走れればもっといいラインはあったかもしれないね。
さあこれかなりアウト。サイドウェイも長い。やや斜めパンプ入れてしっかりラインは合わせてる。これよく乗りましたね。微妙な斜めパンプの使い方、それによってポジションをなんとか持ち直した感じだったね。だから最初からあのラインが分かっていればもっと乗れてたね。でここから最後上がる直前にサーフィンしてって、結構乗れてましたね、このグーフィー側が。いいですね、いいスプレー流れ方。これ最後手前インサイドすぎて攻めきれなかった。いいラインではあった。結構グーフィー側もウォーメインでやってたかな。ここをテイクオフパンプポジションをキープしながら踏んでスイッチビッグ、フロントビッグですね。フロントビッグ入れたけど最後レール抜けちゃいましたね。これはダンパーだったやつかな。少し、人も全然いなくてこの正面、おかげで僕の板でもあんまり取り合いにならずに今日の波サイズ感で、かなり本数乗れたかなとは思う。かなりサーフィンはメインの場所は取り合いだったかなといった感じだったので、最初やってた場所はね。だからこのスキムの正面で遊べてよかったね。フロントビッグからスイッチ状態での360入れて前出ようとした感じだね。これはレギュラー行ったやつだったけど、このレギュラー早かったね、少し。このグーフィーは前に出れそうだね。踏んででフロントビッグ、今度は成功ですね。しっかり前出てこれた。こんな感じで最後の方はサーフィンをしながらやってって、このライディングで上がってきたかな。かなり長時間いい練習できたかなっていう感じでしたね。スキムもサーフィンも、今日に関してはかなり波面も、少し風は入ってたかなといった感じだったんですけど、弱かったっていうのと波面が崩されてなかったっていうのもあって、かなり安定してできてたんじゃないかなと思います。うねりもそこそこ残ってくれたし、いい練習できたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。